まさか2人も殺されるとは。誰が、どうして2人を。しかし、なぜあの2人が狙われたんだ。一体どういうことなのかしら。では始めましょう。夜間にヤリス弁護士とアルファードさんが殺害されました。それぞれの部屋には殺害現場である部屋に来るようにという呼び出しの紙が置かれていました。この紙が信用できるものかどうかはともかくとして、このような紙が両方の被害者のところに置かれていることから、直接殺害したかは別としても、この事件の黒幕は両方の殺人に関わっています。さて、今回は調査の最中に様々なことをプリウスさんから聞くことになりました。これらのプリウスさんの証言が信用できるか否かで事件の様相が大きく変わってしまうので、まずはプリウスさんが黒幕なのかどうか考えてみましょう。と言っても、プリウスさんの容疑は簡単に晴らすことができます。その証拠は車の選択です。凶器となった車はよりにもよってこの私の車が使われました。私の車はエンジンの鍵が中に置きっぱなしで、ドアの鍵さえ壊せば使える状態だった。それが私の車が犯人に選ばれた理由です。しかしプリウスさんはこのことを知らないはずです。なぜならこの話をしたのは別荘に入る前のことだからです。いえ、先ほど鍵を車の中に置いていたようですが。そしてその後に別荘に入り、プリウスさんが出迎えてくれたわけですからね。外でしていたこの鍵の話をプリウスさんは知りません。よってプリウスさんが犯人だとしたら私の車を選ぶ理由がないのです。お、なるほど。ちょっといいかしら。別に理由なく車を選んだということもあるはずよ。犯人は別にどの車でもいいから使おうとして、たまたま最初に鍵を壊した車が探偵さんの車で、そうしたらちょうどエンジンの鍵が置きっぱなしになっていたから、結果的に都合が良かったという可能性はどうかしら。なるほど、確かにそうですね。しかしその場合は私の車に最初に手をつけるとは考えにくいのです。なぜなら私の車はわざわざこの国で左ハンドルの車とはお好きなんですね。そう、左ハンドルなのです。そして他の車はやはりどれも右ハンドルですが、すべて右ハンドルでした。つまり容疑者の中で左ハンドルの車を日常的に運転している人はいません。車を一酸化炭素の発生源としてガレージに排気パイプをつなげるためには、緯度や段差がある中でそれを避けながらうまく止める必要があります。そんな少し難しい運転をするのにわざわざ慣れない左ハンドルの車を選ぶ必要はありません。さらに止めた後車の左側が壁になるので、犯人は車から出るためには狭い車の中で移動して右のドアから出なければいけません。この際シートに足跡でも残してしまったら一発で犯人が分かってしまい、かなりリスクがあると言えます。そういった事情により特別な理由がない限りは犯人はわざわざ唯一の左ハンドル車を選ぶとは考えにくい。それでも選ぶのは特別な理由があったから。つまり犯人は鍵のことを知っていたのです。よってプリウスさんは犯人ではありません。さて、ヤリスさんは死体の体勢からしても首を絞められたのに抵抗したはずです。しかし船で引っかいたりしてはいないのだったのか。そうです。実際今も手に引っかき傷がある人などはいませんね。これは簡単なことです。犯人が手袋をしていただけのことです。そしてその手袋はアルファードさんの死体の傍らにあったものと思われます。表面にヤリス先生の指紋が付着していますからね。つまりあの手袋こそが凶器です。そしてその手袋は一酸化炭素が充満する部屋に残されていました。一酸化炭素の正確な濃度もわからない中、犯人がガレージに入るのは極めてリスキーです。そして手袋にはアルファードさんの指紋もついていたので、ただ投げ入れたということもありません。つ
つまり、あの手袋を持ち込んだのはアルファードさんであり、ヤリス先生を殺害したのもアルファードさんです。殺害後に凶器である手袋を持って、そのままガレージで中毒死したのです。じゃあ、あの呼び出しの紙は？それは捜査の撹乱を狙って、殺害の順序を誤認させるために、また同一犯が2人を殺害したとも誤認させるために、2人が死んだ後にそれらしい呼び出しの紙を部屋に置いたのです。実際にはアルファードさんがヤリスさんを殺し、その後にアルファードさんが殺害されたのです。しかし、アルファードさんを一酸化炭素で殺害するためには事前に時間をかけてガスを充満させる必要があり、この点から真犯人はアルファードさんがヤリス先生を倉庫で殺害することを事前に知っていなければなりません。しかし、アルファードさんにはヤリス先生を殺害する動機は全くありませんでした。そんな中事件が起こり、またそれを事前に知ることができる真犯人というのは、真犯人がアルファードさんにヤリス先生を殺害するように命じた人間だからです。それに、ヤリス先生は夜中アルファードさんの呼び出しに応じないことになっていましたから、呼び出し自体はアルファードさんとは別の人間が行う必要があります。このことからも、アルファードさんとは別の人物がヤリス先生の殺害に関与していることがわかります。つまり、アルファードさんは自分の意思で動いていたわけではなく、殺害を強査されていたのです。真犯人はアルファードさんを強査して、ヤリス先生を殺させ、その後アルファードさんも始末したのです。さて、そもそもどうやってアルファードさんにヤリス先生を殺害するように強査したのでしょうか。ここで出てくるもう一つの証拠は、アルファードさんが隠し持っていた毒入りの酒瓶です。これからしても、アルファードさんは本来ならセンチュリーさんを殺害するはずでした。ところがその毒入りの酒を使えるタイミングであり、遺言上のタイムリミットとなる2日目の夜、アルファードさんは外出しようとしています。この外出は一体何なのか。それはアリバイ作りです。殺害の動機のない人物を殺害し、動機のある標的を殺害すべき時にはアリバイを作る。ここまで来れば構図が見えてきますね。そう、交換殺人です。黒幕はヤリスさんを殺害する動機があり、アルファードさんはセンチュリーさんを殺害する動機があった。そこで嫌疑を避けやすくするため、標的を交換したのです。アルファードさんがヤリス先生を殺害した際に、薬殺という殺害方法を取ったのは、犯行が力のある男の手によるものという証拠をわざと残して、共犯者を容疑圏外に置こうとしたからです。そして本来なら、その後に黒幕がセンチュリーさんを殺害し、その時アルファードさんはアリバイを作って容疑から外れる予定だったのです。おそらく、ヤリス先生の死体は井戸にでも落として、センチュリーさんの殺害までは隠しておくつもりだったのでしょう。そうして、互いの犯罪に対して無実であるように見せかけるというのが、黒幕が提示した計画です。しかし、その計画はアルファードさんを騙す嘘の計画でした。実際には黒幕はアルファードさんに殺人を犯させた後、用済みになったアルファードさんを殺害して、共犯者という弱点を消したのです。これこそが黒幕の本当の計画です。つまり、アルファードさんが本当に殺したかった相手は殺せていません。実行されることなく一酸化炭素の闇に消えたアルファードさんの殺意。正気に葬られた殺意が存在するのです。そしてその正気に葬られた殺意こそが犯人を特定する根拠になるのです。前提として黒幕は交換殺人の相方です。そしてその相方になれる人物は一人しかいないのです。まずセリカさんは違います。なぜなら、それでセリカを誘ったんだが、
探偵さんも一緒に来るなら来てもいいってさ。アルファードさんが翌日のアリバイ作りの食事に誘っているからです。これはつまりアルファードさんと同様のアリバイを得ることになり、センチュリーさん殺害の実行犯になることができません。つまりシェリカさんはアリバイの証人に使われているだけであり、黒幕ではありません。そしてアルファードさんは約束という力がいる殺し方をしていて、それが共犯者をヤリス先生殺害の容疑圏外に置く材料になっています。このことから相方は約束という手段を取れない女性である可能性が高いのです。つまり黒幕はもう一人の女性、シエンタさんです。うふふ。お父様は年で握力はそんなに強くない。同じように虐殺で容疑から外せるとアルファード君が考えた可能性もあるわ。かもしれないですね。ですがセンチュリーさんが黒幕になり得ない理由はもっとシンプルでしっかりしたものがあります。これは簡単なことで、アルファードさんが殺害したい相手こそセンチュリーさんだからです。アルファードさんに殺人を実行させるための交換材料は、アルファードさんが殺したい相手を自分が代わりに殺してやるからというものです。その殺したい相手がセンチュリーさんなわけですから、センチュリーさんが黒幕では自分を殺すことになってしまいます。センチュリーさんはあくまでターゲットであり標的なのです。標的は交換殺人の相方にはなれません。したがって残るシエンタさんが黒幕であり、交換殺人の相方であり、真犯人なのです。アルファード君の殺人、それをさせる交換材料が同じく殺人とは限らないわ。そもそもお父様は遺産の配分を決める立場なのだから、それを報酬にアルファード君と交渉して殺人をさせたとも考えられるはずよ。いえ、アルファードさんに殺人を実行させる報酬は同じく殺人でなければならないのです。なぜなら、ただヤリス先生を殺害するだけなら2日目のアリバイ作りが全く不要だからです。しかも2日目は遺言状が変更されるタイムリミットですから、もし遺言状が交渉材料だったらアルファードさんがそこに立ち会わない理由はありません。そんな大事な時にアルファードさんが外出しようとするのがありえないのです。それに加えてあらかじめ用意していた毒入りの酒、これらに説明をつけるためにはアルファードさんが2日目にセンチュリーさんの死を目論んでいなくてはならないのです。つまりアルファードさんを教唆した材料はセンチュリーさんを殺害することでなくてはなりません。よってやはりセンチュリーさんは黒幕にはなれません。そもそもアルファード君をガレージに閉じ込めた方法が不明のままだわ。ガレージの倉庫側の扉は外開き、棒をかませて塞ぐことはできない。アルファード君の体格を相手に扉を力ずくで塞ぐのは不可能よ。そこが最後のポイントであり、もちろん方法はあります。アルファードさんはなぜ一酸化炭素が充満するガレージに入り、そしてとどまったのでしょうか。マスクで防ごうとしていることから一酸化炭素には気づいています。なのに役に立たないマスクを使ってまで正気の部屋に死ぬまでとどまった。一体なぜなのか。それは倉庫にある恐ろしい人物が現れ、その人物から逃げるためです。おそらく本当はガレージにある裏口から一度外に出て逃げようとしたのでしょうが、裏口の扉は開かなくされていました。そして倉庫にはその恐ろしい人物がいるため戻るわけにもいかず、ガレージにとどまったのです。そうまでして恐れる人物とは一体何なのか。それは無関係の目撃者です。アルファードさんがヤリス先生を殺害した直後、真犯人はわざと足音を立てながら廊下を歩き、倉庫へ近づいたのです。この際、左右で違う靴を履いて複数人の足音がするように見せかけたかもしれませんね。アルファードさんはまさに殺人を犯した瞬間ですから、
それを第三者に見られたら一巻の終わりです。そこへその第三者の足音が近づいてきた。だからアルファードさんは目撃者を恐れて裏口から出ようとガレージに逃げ込んだのです。しかし裏口の扉は塞がれていて、倉庫側は目撃者がいるので出るわけにはいかない。そうしてガレージにとどまり、一酸化炭素中毒に陥ったのです。つまり黒幕である真犯人はアルファードさんに殺人を犯させた後、目撃者を装ってアルファードさんを追い詰めることで正気の檻に閉じ込めたのです。これが真犯人がアルファードさんを殺害した方法です。そしてこの方法は力のない女性でもただ足音で存在をアピールするだけで実行でき、もちろんあなたにも可能です。それは。さあこれで終わりです。この事件の黒幕はあらかじめ罠を張ってから交換殺人を餌にアルファードさんをそそのかしてヤリス弁護士を殺害させた。その瞬間に第三者を装って現場に近づき、追い詰められたアルファードさんは一酸化炭素の罠にかかった。そして殺人教唆と殺人を行った黒幕の正体は、私の車の鍵のことを知っている人物であり、アルファードさんのアリバイ作りに使われていない人物であり、交換殺人の標的ではない人物。つまりシエンタさん、犯人はあなたです。ヤリス弁護士は私の弱みを握っていた。それだけでなくお父様の弱みまで握っていて、ゆすることをほのめかした。このままではいずれ手に入るお父様の遺産の多くがヤリスに取られてしまう。そしてアルファードも遺言状が書き換えられる前にお父様を殺してしまう可能性があった。その時二人を両方とも消すことのできる計画を思いついた。そうしてお父様とその遺産も守るつもりだった。金の切れ目が縁の切れ目とは言いますが、逆に言えば金こそが人の絆なのかもしれません。そういう意味では互いに惹かれ合う素晴らしい家族の絆でした。しかし人を引きつける魅力というものもありすぎると今度は奪い合いが起こる。人間というのは難しいものですね。